はい、皆さんこんにちは。最近いろんなところでミイラ展に行ってきたって聞くんですけど、大阪でエジプトだけじゃなくヨーロッパ、オセアニア、日本、世界中から集めた42体のミイラでミイラ展が開かれるらしいです。2019年東京から始まったらしいんですけど、その時は40万人以上の動員があったという大人気の展覧会らしいんですけど、7月10日から9月26日までやっているらしいです。東京から熊本、新潟、富山、福岡と回って、大阪が日本で見られる最後の場所になるそうですから、気になる方は概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。最近また地震が多いようで、いつも多いんですけど、6月11日に何かあるって都市伝説界隈ではね、騒がれていたんですけど、その理由が2001年9月11日、2011年3月11日、10年ごとに大きな出来事が続いていて、なおかつ11日と同じ日付。出来事があった月も9月、3月とくれば、369の法則で6ですかみたいな感じで予測されていたんですね。でも6月11日は世界中で大きな出来事はなかったので、めでたし。みんなほんと数字好きっすよね。ただこの地球、宇宙に何かしらのサイクルがあるというのは面白い考えかもしれないです。実はちょっと前まで地球科学、生物学では地球は地殻や気候の変化によって徐々に変化していき、生物はその環境に適応するように進化してきたと考えられてきたんです。しかし NASA に勤務していた大気学者ジェームズ・ラブロック氏が提唱したこのガイア理論では、生物は環境に適応するだけでなく環境を劇的に変化させてしまうと考えていたんです。要は地球が望んでいなくても適応以上の進化や変化を自発的に行うということなんです。でもこれって人間の僕たちからしたら当たり前のことに感じますよね。僕たちが生きていく上でテクノロジーだったり医療だったり生活すべてのものが進化していくわけで、でもそれって地球からしたら望んでいない変化なのかもしれないです。このガイア理論では地球上にある岩石、大気、海、微生物から木、海の中で泳ぐクジラやイルカに至るまで、人もそして雲までもあらゆるもの全てがあくまで地球という生命体の細胞の一つでしかないということになるんです。それに僕たちを含め全ての生物には自分で自分の体調を物理的、科学的にコントロールするホメオスタシスの機能があるように、地球という一つの星もまるで生き物と同じような動きを持っていると考えられるんです。ホメオスタシスは常に身体の機能を一定に保とうとする働きのことで、暑かったら汗をかいて体を冷やそうとしたり、寒かったら震えて体を温めようとしたり、他にも傷ができたら治そうとしますし、細菌が入ったら咳や熱を出して菌を排除しようとしますよね。生理的に無理な人が目の前にいたらしょんべんしちゃうみたいな、やっちゃダメだよみんな。このように一定の状態を保つ自己調整システムが生き物には備わっているんです。なので地球自体も自己調整システムを備えた巨大な生命体と捉えることで、地球環境への不必要な人為的な介入は避けるべきだとジェームズ・ラブロック氏は考えたんです。みんな多分自分独自の自己調整システムありますよね。僕大昔ストレスめっちゃ溜まってたら、彼女に腕枕されたら一瞬でストレス解消されてましたね。そしてこのガイア理論によると、この自己調整システムにより地球にはね、一定のサイクルが存在する可能性があり、そのメカニズムはまず環境を不安定にする生命は長く栄えることができないということ。しかしその生命体が地球に変化をもたらし続けた場合、地球が変化に適応し徐々に安定していくというものです。人間もダイエットするときに急にダイエット食を始めたりすると、一時的には体重は減るけど暴飲暴食につながりますよね。でリバウンドでファットマン、これは体がダイエットする前の状態に保とうとするからなんです。でも何ヶ月もダイエットを続けると、だんだんその状態が普段の状態として体に受け入れられ安定していきます。じゃあ次は筋肉つけようって最初から筋トレを日課にするのは難しいけど、これもいつもしてなかったことなので、体がいつも通りに生活しようと脳が働いてるから。でも慣れてきたら自然と日課になってますよね。要は環境が慣れるってことですよね。そのようにしてね、地球も安定するまで自己調整システムを繰り返しますが、地球自体が変化に適応し環境が安定すれば、さらなる生命の進化の準備が整ったということになり、再び生命と地球の新たな相互作用がスタートすることになるんです。そしてその相互作用が定着すれば、また地球が自己調整を始め、これを繰り返していくんです。そんな地球のサイクルの一つで、なんと文明の再生と破壊を分析することができるというんです。
ガイアの法則とは、千賀和樹さんが2003年イラクに訪れた際、体験した話をもとに書かれた本の中で紹介されたもので、2003年、千賀さんはどうしてもイラクに行きたいという衝動に駆られ、バグダッドを訪れました。この時、バグダッドはまさにイラク戦争が始まったばかりの時期で、かなり危ない時だったんですけど、なぜか体が引き寄せられる、絶対にね、危ない場所でもなんか好奇心で行きたくなっちゃう、そういったね、スリルを味わうために千賀さんは行ったわけではなく、別の理由があったんです。千賀さんは同じく一人で旅をしていたユダヤ人に誘われ、バグダッドで人類最古と言われるシュメール文明の中で作られたエリドゥ遺跡を訪れました。案内してくれたユダヤ人は遺跡前で祈りを捧げ、先に帰ってしまいましたが、千賀さんは一人遺跡に残り、エリデュー神殿へと足を進めていったんです。しかしエリデュー神殿に向かって数十メートル進んだところで、急にそれ以上進んではいけないような感覚になったそうです。そこから20分ほどそのままの状態で、気づくとトランス状態に陥っていたんです。夢とは違うかなりリアルな感覚で、自分は遺跡にいたはずなのに、周りは多種多様な人種が行き交い、まるでここが世界の中心であるかのようなかなり繁栄した都市に見えたんです。そしてさっき、なぜこれ以上進んではいけないような気がしたのか、自分が立ち止まっている場所はちょうど神殿の門の入り口にあたる場所で、多種多様な人たちが神殿へ歩みを進め、それはまるで新年の参拝客で賑わう神社のように感じたといいます。その神殿の様子を眺めていると、賢者のような面持ちの70代ぐらいの男性が神殿の入り口から出てきて、周りの人々の態度から接するに神官か王だといった感じだったそうです。するとその男性はゆっくりと自分の方に歩いて立ち止まり、よくいらしたと言ったんです。実は千賀さんは過去に何度かトランス的な状態に入って時空を超える経験をしていたそうなんですね。いつもは客観的な立場だったそうです。しかし今回シュメール文明でのトランスでは、自分自身の存在がそこに関わるという状態でかなり戸惑ったそうなんです。その人に声をかけられ、そして男性は神殿へと戻っていくので、千賀さんもついていきました。神殿の中に入り、広々としたとある部屋に案内されたところで、再び男性が、私はシュメールの最高神官だと名乗りました。神官は、人類の文明がこの地から始まったのは偶然ではない。我々シュメールの神官は時間と空間の法則を知っていた。それぞれの時にはそれぞれの時をリードする場というものがあるのだ。人類文明の誕生を導いた我々は、そこに一つの法則があることを知っている。その法則は人類すべての歴史に例外なく流れ、今日まで続いている。今日あなたをここへ招いたのは、この我々の英知をあなたに授けるためだと語り始めたんです。地球上の文明はシュメールから伸びた小枝のように始まっていて、今でも神官は子孫である人類を見守っていること、人類の集合体、いわば文明にも生命同様寿命があるということや、さらにはその文明の終わりの日、文明の消滅は最初から計算されているのだと教えられました。ここから千賀さんは地球の文明の法則や宇宙の法則を教わることになります。ここからが興味深いんです。文明というのはとある焦点を中心に広がっていくもので、シュメールの英知において90度というのが聖なる角度らしいんです。そしてこの90度は聖なる4分の1リズムを示すと言います。地球の4分の1リズムとは6444年であり、この6444年を4分の1すると1611年という数字になります。シュメールの神官が言うには、文明は1611年ごとに繁栄と衰退を迎え、地球上で文明が繁栄する位置は360度割る4割る4、イコール360度割る16で 22.5 度、文明が始まる位置が 22.5 度ずつ移動していくということになるんです。これを16分の1リズムとします。そしてこの 22.5 度という数字により、シュメール文明の中心地エリデューから西、そして東へそれぞれ 22.5 度ずつ文明が陰陽の対関係のように昼の時代夜の時代を繰り返し、文明は発展していくというんです。西側の繁栄は物質面において、東側は精神面において文明が繁栄するとされているんです。またシュメールをはじめとする6444年の4分の1リズムに位置する360度割る4の90度の位置では、意識が不安定になりやすいんですけど、高次元な領域に接しやすくなり、少数の人々が宇宙の高次元につながることで
で人々を導く新たな時代が創造されるというんです。さらに4分の1リズムと16分の1リズムが重なった場所は通常の倍ほどのエネルギーを持つ文明の繁栄が訪れ、文明の繁栄の長さも倍になるんです。そしてシュメールから90度移動した場所がちょうど次の新しい文明の出発点になるんですけど、これがなんと統計135度、そう日本の淡路島に位置するんです。東洋の歴史は人類最古のシュメール文明イラク45度から始まっていますが、同時期にインダス文明の場所でインダス文明よりも前に栄えた文明の跡が見つかっているので、西回りのスタートはこの前インダス文明になり、そこからメソポタミア文明、ギリシャ文明、エジプト、ローマからさらに進んでヨーロッパ、アングロサクソン文明へと移動し、東洋の歴史はシュメール文明をはじめとし、インダス文明、ガンジス文明、東文明と移動していきました。実はこの1611年ごとの計算で言うと、もうすでに1995年には淡路島での文明が始まっているということになるんです。けどちょっと文明が始まったかどうかについては一旦置いといてください。さっき話した16分の1リズムの他に、実は12分の1リズムというものもありまして、なんか12という数字は僕たちの生活にしっくりきますよね。それは1年が12ヶ月でできていたり、1日は午前12時間、午後12時間の24時間で構成されています。また星座も12種類、干支も12種類という12という数字は16という数字よりも目につきやすい数字です。そしてこの12というのは木星の接近周期が12年というところから来ているとされています。この12分の1リズムも地球上に当てはめると360度割る12で30度、16で割った時には90度移動する地点との間で4回陰陽が繰り返され、12で割った地点には90度の地点での間で3回陰陽が繰り返されます。そしてこの4回と3回の陰陽の繰り返しは地球上で4箇所交差する地点があるんですけど、次交差する地点もなんと日本の淡路島。この2つのリズムが交わるところでは何か変動が起こりやすいという特徴があるんですけど、1995年何かありましたか？もうピンとくる人はいるかもしれないですけど、そうなんと阪神淡路大震災があった年なんです。ガイアの法則において1995年は新しい文明が始まる転換期だったと考えられているんですね。そしてさっき出てきた16分の1リズム、僕たちの体もこの16分の1リズムという宇宙の法則が体に刻まれているんですね。まず僕たちの一番馴染みのある1年という周期、この1年365日に割る16をすると約23日という数字が出てきます。これは僕たち人間のバイオリズムに当てはまる数字なんですね。じゃあ1日は24時間ですけど、ここに16分の1リズムを当てはめるとどうなるでしょうか。24時間は1440分、1440割る16は90。実はこれは人間の睡眠サイクルや活動サイクルとほぼ一致するんですね。僕たちは眠っている時にレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返しますが、ノンレム睡眠が60分から80分、次にレム睡眠が10分から30分ほど続いて一つの睡眠周期が終了し、この90分の睡眠周期が 4,5 回繰り返されていくんです。他にも16分の1リズムは16ビートとも同じで、先住民族や古くから伝わる音楽に多く見られるリズムなんです。また現代においてもこの16ビートの音楽を聴くと体が乗ってしまうようなビートで、割とねヒットした曲は16ビートの曲が多いそうです。話を地球に戻すと、最初の6444年という数字はそもそも何の数字なのか。まず地球の再差運動の1スピンが25,776年かかるとされているんです。地球の自転って傾いているの皆さん知ってますよね。地球の軸は約 23.4 度傾いていて、支軸は交点面に垂直な方向に対して半径約 23.4 度の円を描くように移動し、それが約 25,776 年の周期で一回りすることになるんです。なのでここから4分の1リズムを当てはめると 25,776 年割る4、6444年になるわけです。なので 25,776 年割る4は6444年、6444年割る4は1611年、25,776年割る16は1611となり、この16分
分の1リズムが文明が移り変わる周期。そして16分の1リズムというのがこの宇宙のね、あらゆる周期に関わってくるリズムになってくるんです。文明の移動、そして入れ替わりの周期は1611年と言いましたが、ここからさらに1611年割る16をすると約101ないし約100年周期となります。100という数字に16分の1リズムと12分の1リズムを入れていくと、16分の1は 6.3 年、12分の1は 8.4 年。この2つの年数もより強い変動ポイントである2つの公転リズムは 25.2 年周期となるんです。要は文明の周期は1611年、強いエネルギーを持つ文明の出現は地球上360度の16分の1リズムと12分の1リズムの公転、何かしらの変動が起こる周期は約100年の16分の1リズムと12分の1リズムの公転である 25.2 年周期、そして強い変動が起こるのは12分の1リズムの倍数。じゃあ文明の移り変わりであった1995年にこの2つの周期を当てはめてみると、まず1995年から 25.2 年というと皆さん何年になりますか？答えは2020年。もう言わなくてもどんな変動が起きたかは分かりますよね。そう、パンデミックが起き、僕たちの生活はガラッと変わりました。次は12分の1リズムの 8.4 年。1995年から 8.4 年は2003年。この年もまた SARS というウイルスにさらされた年なんです。若干こじつけっぽいけどまあいいや。では倍の 16.8 年、2011年には何か起こりました？そう、東日本大震災。そしてもう一つガイアの法則の本で紹介されている周期がありまして、144と72の宇宙の周期。144年に一度内惑星を含め太陽、水星、金星、月、地球が直列に並ぶんです。12子の起源である外惑星の木星は12年で公転しているんですけど、これにより12子すべてが一巡するのは12子 ×12 年、144年、144ということなんです。なので144年を一つのサイクルとし、16分の1リズムで割ると144割る16は9という数字が出てくるんです。そしてこれが9年サイクルのリズム。そこのあなた、9という数字に反応しましたね。みんなほんと9という数字好きっすよね。ほんとみんな9でいく。この9年というサイクルは生命全体に存在するリズムの一つで、このリズムの節目には生命を蘇生させる作用があるというんです。占いの世界では結構この9の倍数の年齢がターニングポイントとも言われていますし、仏教においても人間の煩悩は108つ。これも実は9の倍数になっているんです。次に72という数字。これは単純に144の半分の数字なんですけど、144と72。都市伝説好きの人なら何か気づくかもしれません。ロンドンに拠点を置く秘密結社なんかが神聖視している数字と同じなんです。1ドル札のピラミッドの石の数が72個だとか。そしてこの9と72という数字の扱いは東洋と西洋とではね、重要性が違うと言われていて、東洋では9という数字に重きが置かれることで風水やね、占いが発展したと言われていて、逆に西洋では72という数字は自然変化とか社会変化が起こる年として重要視されているんです。ただこの72という数字、日本でも当てはめることができて、ここでも1995年の変動を起点とし、72年ごとに遡っていくと、1923年の関東大地震、1851年の安政東海大地震、1779年の桜島安永大噴火、1707年の宝永地震と富士山噴火と確かに自然変化が起こっているんですね。でも逆に言うと、これらのね、法則をしていたら、あらかじめね、何か起きることを準備できるかもしれないですよね。この16という数字は宇宙の法則を表す数字でもあるんですけど、シュメールの壁画やバビロニアの遺跡、アッシリアやエジプト、そして日本の天皇家の紋章である紋、都市伝説ではたびたび出てくる世界各地に見られる16枚の花びらがある。日本でいう16菊花紋はなぜか場所も言語も違うのにかなりの数の古代遺跡で見つかっているんです。これはシュメールの文明が枝分かれして世界中に文明が繁栄していったというシュメールの神官の言葉を頭に入れていくと分かりやすいかもしれません。西洋で分かりやすいのはユダヤ、イエス、キリストの誕生、ロスチャイルド。これらはなんとなく文明の繁栄に関わっていることを皆さん知
してますよね。まずユダヤ人の始まりはアブラハムとシュメール人の正妻であるサラとの間に生まれたイサクからルーツが始まっていると言われています。またアブラハムの2番目の妻もシュメール人で、間にできたイシュマエルの子孫がアラブ民族となりイスラム教となったと言われています。イサクの息子がヤコブ、その息子がユダ。ユダの子孫はイスラエル第2代の王であるダビデ王、その息子はイスラエル第3代の王であるソロモン王なんです。さらに子孫を遡るとイエス・キリストの父親であるヨセフにつながり、妻マリアとの間にイエス・キリストが誕生したということなんです。ちなみにユダの兄弟にレビがいて、その子孫がイスラエル民族を助け神から実戒を授けられたモーセがいます。モーセといえばエジプトにつながりますよね。またエジプトのメソポタミアはもともとシュメール語の文明である古バビロニアの支配下だったので、エジプトの中にも16門の花びらのマークがあっても不思議ではないんです。時代は進み、今アングロサクソン文明と言われています。その文明はイギリスで大きく飛躍したとされますが、その理由はロスチャイルドが関係しているのは皆さんもなんとなく気づいてますよね。もともとユダヤ人は領土を追われ、また地筋に関係なくユダヤを侵攻し、ユダヤ人となった人々は各地に広がっていきました。そしてヨーロッパのユダヤ人の中で誕生したのがロスチャイルド家、後にイギリスへと拠点を移しているんです。では次の文明の始まりとされる淡路島にはね、何かシュメールとのつながりありますかね。淡路島といえば日本創世神話古事記のイザナミとイザナギが登場する始まりの地であり、シオン山があります。シオンはイスラエルエルサレム地方の地名にもあり、その地名と旧約聖書のゼカリア書8章3節にある主はこう仰せられる、私はシオンに帰りエルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。この教えをもとにしたユダヤイスラエル復興運動はシオニズムと呼ばれるようになりました。まあこじつきかもしれないですけど、それが淡路島のシオン山のことを言ってるかもしれないですよね。他にも日本の三種の神器、草薙の剣、八田の鏡、八坂の勾玉はシュメールの三種の神器の武神のシンボルの剣、干潟の鏡、活像の首飾りに似たところがありますし、まあこのようにね、栄えてきた文明は何かしらね、シュメールとのつながりを見ることができるというんですね。そしてガイアの法則によると、東側は精神面で文明が繁栄するというので、淡路島ではね、精神面で繁栄するそうです。まあ風の時代はね、精神面だと言われていますし、精神のなんか時代がやっぱ来てますよね。皆さんどう思いますか？この今日話したすべて、これが全部本当だったらっていうか、まあこれ一応ね計算されて本当らしいので、まあ僕もね科学者でも何でもなく専門家でもないので詳しいことは分かんないけど、もう本当だったらすごいっすよねこれ。いや本当にそういったサイクルがあるし、まあ人間の体にもあるから、まあね地球にもあるって考えるのはまあ普通かもしれないですよね。まあもうなんかね2時間ぐらいこれ撮影してクーラーも止めてて暑くて、僕もちょっとヘトヘトなので、はい、この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。